では三日月蹴り一本。こんにちは、空手家工芸です。今回は三日月蹴りの蹴り方、当て方をまとめて解説する三日月蹴り完全解説版をお届けしたいと思います。三日月蹴りは知っているけど蹴り方がいまいち、よくわからない、肘を蹴って怪我するのが怖いという話もよく聞きますので、今回は怪我をしない三日月蹴りの蹴り方、そして、今までほとんど語っている人がいない、接近戦で刺す三日月蹴りの蹴り方なども含めて、ちょっと前後半に分けて解説していきたいと思います。日頃僕のチャンネルは、空手家工筆の技術解説や他の武道格闘技の技術を深掘りするなど見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿しています。また本気で強くなりたい人や、本気で強くしてあげたい人は、YouTube では笠井工筆の本気の技術解説が見られ、毎月、所属しているメンバーの全ての質問に工筆ががっつりお答えしているオンラインサロン空手家工筆のオンライン教室もありますので、ぜひ動画概要欄をチェックしてください。では早速、三日月蹴りを解説していきたいのですが、僕が蹴る三日月蹴りを使用するには背筋で蹴る蹴りをマスターしておく必要があるため、今回の動画で、簡単な解説をしながら、説明していきますが、まだ背筋蹴りを知らないという方は動画をご覧いただいた後、ちょっとこちらを見ることかな、こちらで、背筋蹴りを練習して、蹴りの質を向上させてください。では今から三日月蹴りを解説していきますが、まずはじめに三日月蹴りを練習するならやってほしい日常の心がけ、そして基本的な蹴り方、また僕が使用する、三日月蹴りで大切なポイントとなる蹴る場所、蹴りのコース、引きのペイントと3つのお届けしていきたいと思います。まず三日月蹴りを練習するのはやってほしい日常の心がけについてですが、これは三日月を紹介したいろんなチャンネルでもお伝えしていますが、指を、返す正座を日常に取り入れることになります。ちょっとじゃあ実際にちょっと、お見せしますが、ちょっとじゃあ僕頭から、正座するときに普通のこういう正座ではなく、足の指をこう返した状態でこういう形の正座ですね、こういうことを、していきます。で、前この話をしたら、どのぐらい柔軟すればいいとか、めちゃくちゃ痛いんですけどっていう話をされたんですけど、これですね、よし柔軟するぞって言ってグーっていきなりやるともう痛くてしょうがないっていう人結構多いので、最初はもうこうやってちょっと痛いなぐらいで、本を読んだり、スマホいじったりとか、そういう、日常でなんかやる動作のついでに長い間できるっていうのをまず最初ちょっと挑戦してみてください。でこれもよくお見せしたりするんですけど、これやっていくとこの後ろに指がつくぐらいまでいっちゃったりするので、最終的にもここまでいっちゃえば蹴って失敗してもギャオンってなるだけで済むので、親指もちょっと最近僕がやってないんで親指もここまでしかいかなくなっちゃったんですが、もうこれずっとやってると親指も後ろにつくぐらいまで柔らかくなるので、あとですね、やっぱ最低限こうグッて反った時にここが90度近くまで上がることはもう最低限できておかないとやっぱり自爆の原因なので、これはもう日常の、普段の生活でこう正座してこれで何かすれば、柔軟しながら何か他のこともできるので、すごく無理にこう痛みに耐えながらってやるともう無理になっちゃうので、ちょっと痛いなぐらいで、日常に取り入れてみてもらえばいいかなと思います。そしてですね、これを同時に並行しながらですね、三日月蹴りを練習していきますが、基本的にもう完全に背筋蹴りになるので、ちょっと一回実践したいと思います。で、三日月蹴りは背筋で蹴るのはここでグッと伸ばして、基本的にはこのライン揃えてここで蹴っていきますが、僕もこれ背筋蹴りをやる前とかは、普通に足上げてここの筋肉で蹴ったので、じゃあまず普通のそれまでやってた三日月からいきますね。普通にじゃあここの筋肉だけでいきます。こんな感じですね。で、これを背筋使ってこっちを引っ張ってやって蹴ることで形で、格段にやっぱこれもですね、ここの筋肉かこれだけの筋肉使うかで、威力が全然変わってきますので、まずこちらで引っ張ってこの大きな筋肉を応援して蹴るっていう三日月で、これが、ベースになりますので、これはちょっと、背筋で蹴る三日月ちょっと練習してみてください。ありがとうございます。では今から僕が使用する三日月蹴りで大切なポイントとなる3つの概念をお伝えします。1つ目、蹴る場所、2つ目、蹴りのコース、3つ目、引きとペイントについて解説していきたいと思います。まず1つ目の蹴る位置ですが、一般的に狙われているのは多分このレバーですね。こういうなんですよね、
要は一発で倒せるためにこの、感動の域、ここを蹴るのが一般的なんですが、当然なんですが、みんな一番叩かれたくない場所なので、構えでここを開けてる人ってほぼいないので絶対、こうなってます。でそこに蹴っていけば当然肘を蹴るリスクが高くて、自爆する、可能性を自分で格段に上げてしまうので、僕が普段、狙っているのは実はレバーではなく、拳と肘から最も遠い場所ですね。腹直筋のちょい下ぐらいです。でその中で、ちょっとこうずらしたりする形で、基本はもうここじゃなくて、こういうところですね。もうここ狙いで蹴ってます。こう要はここってこう肘こうやってやったら、受けれるところまでこうしたら当然上段とかこっちが開いちゃうので逆に蹴られてしまうので、ここを蹴られるときにこうやって受ける人ってほぼいないので、基本こうやって受けようとするんですけど、こうやって受けようとするとここのラインって手から遠いので、ここは受けづらくなるため、基本的に三日月蹴りを蹴るのは僕は構えた相手のここを狙ってます。で、実際じゃあ構えた状態で、要はこれで、ここをこうやってドンってやっぱ蹴りたいから、ここを狙っていく人結構多いんですけど、当然これ肘があるので、自分の場合ここを、こちらへ引っ張ってやって、ここに膝が向かう、イメージが取れたらこのままポンってここで引っ張ってやってで狙っていく。で基本ここのラインですね、ここを狙っていきます。そうすると、要はこれで、要はこうですね、普通やろうとしたらこう肘をここまで、例えば締めて受けようとしたら、これ絶対にここか逆にもう自分からエヴァを差し出すことになってしまうので、こんな危険な受け多分自分でやってもらうと組手中にこんなことしたらもう怖くて多分できないと思うんで、基本はやっぱこうとかで受けようとするので、そうするとやっぱり、ここの遠いところですね、これ下から蹴っていくとこれ受けれずに当てることが可能になるので、基本ここになります。でプラス蹴りのコースに関してですが、蹴りのコースは僕イメージは相手のこの構えのこのラインに沿って蹴るっていうのを意識してて、背筋引く時も、この相手の構えのラインに引いてやるイメージで、ここの相手の腕に沿って位置に当てるっていうのをちょっと意識してて、これも基本的にこれ肘に対してこう行きながらここ狙ったりすると落とされた時に、指当たって自爆しやすいんですが、ここラインを揃えてちょっとずれた場合とかは、例えばですが、こうされた時にこの腕に当たる場合、横から行ってガチっていうと指いっちゃうので、こう揃えて蹴ってる時とかは、もうここが中足のこの部分が、例えばちょっと一回締めておきます。例えばこれ腕が合っちゃったとしても、中足のこの返した分ここが当たればこっちのダメージはないので、これ指だけがこう引っかかっちゃうっていうのが一番危ないので、そうならないために基本腕のコースは相手の腕に沿って蹴るっていうのを意識してやってます。で、引きのフェイントですね。引きのフェイントに関してはこれハイキックの時も解説したんですが、これ出すっていう意識をするとやっぱどうしてもこれで相手にバレてしまうので、基本はこちらを引いてバンって蹴ることで、相手からするとここでこうやって蹴るよりもここで引いといてパンって出した方が、悟られにくくなるので、背筋で蹴る、この引きですね、これを大切にしています。そういえばこれ1つ目2つ目って3つ目っていうの忘れちゃったな。いいかせっかく原稿で123って言ったのに忘れちゃうんですよねこれで実際の組み手で使う際は、これもあれですね、ハイキックの時と一緒で構えてて、こう行ってパッと下がっていって相手に追ってもらって下がって追ってもらって形を取ると、こういう引くっていう動作だったり、ここで引くっていう、こうやって引きながら蹴りの動作、蹴りの準備ができるので、ちょっとじゃあすぐ構えてみます。こういう時にこうやって後ろに行きながらこれが引いてればこれで出せたりとかするので、この後ろに引きながら、蹴りの準備ができるっていうのが背筋蹴りの特にこの三日月でも大切になってくるので、ちょっとこちら参考にしてみてください。先ほどやったみたいにこの引きですね、ノーモーションでこうやって蹴れるようになると、相手からするとこのバッっていうちょっとしたこの、ノーモーションじゃないこのフェイント自体が、通常以上に相手の脅威となるため、倒せなくても
受けられない三日月をもう例えばさっきの三日月でもドーンって強く当てなくても背筋で引くことによって相手に悟られにくくなるので、そこで軽くコンコンって、ここに当てていくことで相手にこの受けにくい三日月蹴りがある、こいつには受けにくい三日月蹴りを蹴られるっていうことを思わせることで、組み手を優位に進めたり、それがフェイントで他の技を入れたりになったりとか、フェイントが相手を例えばですがこうコツンコツンって当てると相手からこれ入ると三日月蹴られるかもしれないなと思わせると、こう行くよっていうフェイントをちょっと大きくすると相手からすると来てほしくないときにこれができることで相手がこれとしてやっぱやめようみたいな形で自分の体力を温存するために使ったりもできるようになりますね。これ正直僕100人組でちょいちょい使ってるので動画見ていただくと結構この出てくるとかちょんちょん三日月蹴り当てて相手が来そうな時にちょっと休みたいなっていうところで行くよっていう感じで相手を来させないということを使ってたりするので、そういう形で使い、軽くでもいいから当てることでそういう使い方ができるのでちょっと参考にしてみてください。今回のコツを生かすことで倒せる三日月蹴りに発展させることができますので、それはちょっと後編でお届けしたいと思います。まずちょっとした工夫をすることで三日月蹴りは倒し技以外にも様々な利用法が出てきますので、ぜひ参考にしてみてください。では多分皆さんが一番気になるであろう倒す三日月蹴りから解説していきたいと思いますが、三日月蹴りで一撃 KO をしようとするとやはりレバーに入れる必要があります。ですが、皆さんがそうであるように、当然レバーって絶対にもらいたくないポイントでガードも硬く、普通に蹴れば肘を蹴って自爆してしまうため、ガードを上げてもらう必要があります。いかがだったでしょうか。三日月蹴りを練習するならやってほしい日常の柔軟、背筋を使った蹴り方、そして三日月蹴りで大切なポイントとなる3つの概念、蹴る場所、蹴りのコース、引きとフェイント、これらを意識してまずミットで練習したら少しずつ、実際の組み手で最初は本当弱くていいので自爆しないように、正確に狙った位置にその狙ったコースで出せるように蹴る練習を重ねてください。もうこれいきなり強く当てようとしてコントロールが不十分な蹴りを出せばもうこれ大きな怪我になっても骨折してしまってはもう長期三日月蹴りの練習ができないということになってしまうので、そこだけは気をつけてください。意外に本当三日月蹴りで挑戦して骨折した人少なくないので本当それだけは注意してください。次回は応用編として倒す三日月蹴り、そして接近戦でも蹴れる三日月蹴りなど三日月蹴り完全解説版後編をお届けしたいと思いますので楽しみにしていてください。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家攻撃と一緒に強くなりましょう。今回お届けするのは避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので要点などについて絶対に